3年ぶりの登場です。ありがとうございます。前回と同じ位置に座っていただいて。どうも今日来た時も前回ここら辺だったなと思って。ああ、そうですね。VIP 席なんで。リアマウントタイプ2で、アンチツイストのトランスレンジシャーシガチガチにこう固められるっていうか、じゃあシナリオほとんどないんですか？しなりないですね。ピッチングがなくて、ロールもないガッチガチにしてるって感じですね。潤太さんが言ってた三種の神器というのはどれのことなんですか？三種の神器っていうのはこのアッパーデッキとシャーシとワイパーですね。トリプルリンク。トリプルリンク。はい。いや、これもう必須なんですか？必須っていうわけじゃないですよね。リンクのいいところもあれば、ワイパー湾曲スライドラックのいいところもあるんで、どっちがいいっていうわけじゃない。好みの問題になってる。4個が出るみたいな。そうですね。この切れ角がこんな感じになる。うわ、やばいっすね。こんなっすか？こっち90度近くまで。88度ぐらいまでいってる。今本当にりょうくんが言ってたような、そうですね。最後の方になると開くみたいな。最後の方常にパラレルでいって最後だけ開くみたいな自分の場合はそれがもう本当に基本みたいな感じですね。そうですね。トリプルリンクを使うとそれが出やすいという。出やすいっていうかもう出しやすい。でより切れ角出すのに自分は上アームを下げてるんですよ。本当はここ真ん中に来るから前後に入ってサスマウントが真ん中に来るようになってるんですけど、後ろのカラーを全部前に持ってって全部下げてるんで、その分切れ角が出るっていうか、こっちの切れ角はみんな出しやすいんですけど、こっちの切れ角が出しにくいんで、ローアームを下げることによってこっちが出しやすくなるんですよ。なるほど。はい。まあ理論的にはそうですよね。はい。完璧なカーじゃないですか。完璧っていうのは、自分の中ではいいんですけど、他の人が乗った時にどうかっていうけど、基本自分しか乗んないから人が走りにくくても自分が走りやすいようなんで、自分の場合は RR にしてリア荷重になるんで、フロントの接地感が薄れる感じがしたんで、そこにカラー入れてピロボールの位置外に出せるんですね。8ミリ入れて、さらにここに TC ブラケットっていう外に出すオプションパーツあるんですけど、それを使うとまたさらに8ミリ出るんで、全部で16ミリ外に出して、ロアームを極力短く、ここのサスピンとこのピロボールの位置をずらすことによってフロントの段が効きやすくなる。走らせやすいのはリアマウントでリア荷重になってこう行くじゃないですか。その時にフロントの接地感がなくなるんで、少しでも早くこうなんていうんですかね、押し付けができるようにロアームを短く調整して 3.8 ミリの長さにしてるんですね。でもキャンバーは12度つくように。12度ってでも結構っすよね。はい。どのぐらいの方が安定するというか。安定っていうか、こう切れていった時に、こっちのポジキャンとネガキャンですかね、がこのタイヤの半分からこっちの角を使うようにと、こっちに切れた時はこっちからタイヤの半分とタイヤの半分を使うように、面で使うと絶対失速するんで、確かにこっちもいい感じに削れてますもんね。角で走れるようにすると、その角を使ってカウンターが当たってこう走っていく時にいい感じでフロントが転がってくれるんで、それを狙って自分も一応 YouTube やってるんで、 YouTube の動画でバランスよくセッティングした方が走りやすいですよっていう動画を上げてるんですけど、その時にも説明してるんですけど、どれだけ自分が走りやすいところのバランスを取るか、だからここ下から取ってもらうと分かると思うんですけど、ここの最終的な可動、で内側外切れの方は内側の可動をちょうど同じぐらいに使ってる。なるほど。ようにするとフロントの転がりって出るんで、こっちが面で走ってこっちが角で走ると絶対失速するんで。なるほど。キャスターってそんなついてないですよね。そんなついてないです。自分の場合は8度です。8度。はい。オーバードーズのガルムって12度ぐらいつくんですけど、でも4度ぐらいバックさせて、8度でキャンバー12度で
やってる感じで。なるほど、はいギアも結構ハイアッパーな感じですよね。そうですね。これはなんでこんな、こういう風に沈んだ時に、こういう風なタイヤのキャンバー変化をなくす。なるほど。でロールした時にもタイヤ動かない、常にグリップするじゃないですか。はいはいはい。バーンしなくても前に出るんですよ。なるほど。常にタイヤは面接地でキャンバーつけててもキャンバーつけなくてもロールした時にタイヤのキャンバー変化がない。なるほど。こういう風にした時にバンプ変化がなければ常に面接地にするからはい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 。前に押し出す力が強くなるんですよ。なるほど。はあ。でも RR どうなんですか。 RR 結構 RR にしたらショートにするみたいな。でもこれショートって感じじゃないですよね。いやこれはもう普通の260のですよね。横物ボディでうんうんうん。フレット幅が200の205です。はいはい。結構広い感じですいやね。逆に狭いです。あ、狭いんだ。はい今なんか関東の方で電車が走ってる。はいはい。電車大ブームですよね。はいでもう電車と同じですね。これ横もだから辛い位置なんですけど、はいはいアディクションのボディだったら電車ですね。なるほど。あ、じゃあかなり狭めてるんですね。狭めてます。モーターも 13.5 でアンプ設定が8万ぐらいしか回らない感じですけど、じゃあノーバーン仕様という。ノーバーンですね。バーンしても俺扱いきれないんで、ああ、あれはあれで難しいですよね。だから自分が扱いきれる限界ギリギリのところで走ってる。なるほど。扱えないのにバーンしても意味ないじゃないですか。バーンできる上手い人がいてバーン使える大会と使えない大会で同じセッティングでも走らせ方で変えてるんですよ。なるほど。バーンの熱入った時の加速力やばいっすよね。加速力はやばいんですけど、それを扱える確かに確かに微量がないと。確かに。高弘先生とか高弘これそうですね。尊敬してる感じで。ウェーブ D ができた初期の頃に、ウェーブ D のサーボのセッティングの教えることに来たったんで、なるほどそれに参加した時になんかたけしさんすごい尊敬してるみたいですけど、もちろん今どの辺がかっこいいんですか。いやーもう走りです。走りがかっこいい。走りがめっちゃかっこいいです。めっなるほど。はちゃかっこいいですね。あ。でも OD のカリスマみたいな感じですよね。もちろん東北のカリスマからも OD のカリスマとなるほど。エースがいてカリスマがいてレジェンドがいてるみたいな。なるほどなるほど。みんなイケメン揃いなのがすごいですよね。これで総額いくらぐらいですか。これ3、40 3、40。まあそこの10万結構でかいですね。バージョンアップしてってあーまあまあまあ初期投資はさほどかけてなかったのに気づけばそのぐらいいってるかな。まあやっぱそれが過剰摂取ということですよね。はい、MRC に3年前来た時には、バージョン1の形で来たんですけど、そこから3段階ぐらい変わってるんで。なるほどなるほど。もう別物になってますよね。そうですね。この状態でハイエンド出してほしいって感じです。ああ。25周年プランみたいな、そうですね。あ、本当だ。ガルムの方で重い。重い方なんですよ。やっぱ結構オプション満載だからってことですよね。アルミの。そうですね。どこがそんな重いんだろう。やっぱこのあれですよね。アッパーデッキもそうですし、でも昨日そのたけしさんのに比べたら俺の 100g 重かったんですよね。たけしさんの方がオプションパーツ結構モリモリなんですよ。自分のはそれほどって感じじゃないんですけど、でも何かしら重かったんですね。多分このなんていうんですかね、ベルトとギアドライブのギアのスチールの部分の重さとかもあるのかな。なるほど。メカはこれとボビーウィング。ボビーウィングですね。ボビーウィングでもまとめてる感じですね。そうですね。からのフル蓋がはですね。これサーボは何ですかね。サーボは CT500 です。500。ああ。やっぱ500でいいですよね。 500でいいと思いますね。500の方が項目少ないんで。なるほどなるほで自分の場合はジャイロは470なんでど。ほとんど設定しなくていいんで、470いいっすよね。はい、安いし、ね。は
だからレボックスが値上がりした今も多分うね双葉に安く見えちゃうっていう。1万8000円ぐらいで買える。そうなんですよ、はい、そこなんですよ。1万いかないんで、だから V4 かこっちかって言ったらこっちの方が良さそうこっちの方ですもんね。が V4 よりも新しいから、うんで設定も簡単なんで、初期設定すればあとは何にもいじらなくて済むんで。高弘さん監修のコースどうですか？ちょっと難しいですね。難しい